What's up, guys? Welcome back. So we're going to check out another Bandmade interview. This one has been on my radar for a little while, but I was kind of avoiding it because it's such a long video. It's like almost half an hour, but we're going to go through it. I might end up splitting it up into two parts. I'm not sure because I know 30 minutes is quite a lot to ask, just to sit there and watch an interview, but grab yourself something to drink, kick back, and let's watch some Bandmade. So it looks like this video was posted January of this year. I'm not sure if that's when this interview took place, but that's when the video was posted, so perhaps it is a relatively new interview. That'd be cool. A lot of the other interviews we were checking out were pretty old, so it'd be cool to get a new one. さあ始まりましたミュージックゴールドラッシュ MC の坂田隆ですはい、ライナー西脇さやかです。チャーポンです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますさあはいミュージックゴールドラッシュ最近結構言われんのよ見てますよ私もめっちゃ言われます。言われるし、ツイッターのコメント欄とかも、そういう関連のコメントが増えてきました。最初は俺視聴率ゼロでやってたかなと思ってそんなはい言ってますよ。この間なんか AKB の大家ちゃんがミュージックゴールドラッシュ見ました、めっちゃ面白いです番組みたいなバンドは私も好きなんでこれから毎週見させていただきますみたいなこうなってますこうなってますこの番組は MC、番組スタッフ、音楽関係者など音楽に熱を持った人々がもっと知ってほしいと思うアーティストを情熱度 100% で全力プッシュする音楽番組です。今回はそうなんです、登場するアーティストさんは元バンドマンでもある、当番組のスタッフさん尾形さん、はいもう激プッシュする。いやもう尾形さんは元プロですから。そうです、NHK ホールでもやっておられましたから。果たして音楽シーンの第一線で活躍した実直すぎる男が激プッシュするバンドとは？白いですね。新しい。尾形さんいいですよ。そうですね。そろそろ読んでみましょう。よろしくお願いします。それでは登場していただきましょう。バンドメイドの皆さんです。フルポー It just pushes her out. よろしくお願いします。よろしくポー。くるっぽー。尾形さんちょっとややこしそうやけど大丈夫かな。大丈夫です。ああ分かった。 So was that guy like their manager? I'll definitely react to that song next. I want it to be a genuine reaction, so I don't want to spoil it yet. を醸し出すバンドメイド。果たしてアーティスト全たる自己紹介はできるのか？はい、お帰りなさいませ。ご主人様お嬢様、バンドメイドのギターボーカルをやっておりますフルポー小バトミクです。よろしくお願いします。ポー、はい、He's like, oh, お花の大丈夫ですか？ごめんちょっと詰め込みがすごいギターボーカルをやってます小バトミクです。フルポーちょっと待って何ですかそのクルッポーいうのは。コバトミクというんです。あ、名前が小バトミクちゃんっていうの、小さいハ she's トで gotta fill them ミ in クな on ん her ですけど、 weirdness. ハトなんで I don't understand. ハトです。鳩じゃないよね鳩なのあなた。小バトです。小バトなんや。はい。だからご挨拶がポークルッポーない。です。クルッポーない。はい。ポッポー。そういうことか。そういうこポーポポポポクルッポーポッポポッポポー。クルッポー。尾形さん。They just keep calling him. 何やら不思議な小動物が混ざっちゃっているバンドメイド。フルッポー以外のメンバーは一体どんな女の子？どんどん行きましょうか。どうぞ行きましょう。ボーカルの佐伯です。お願いします。みくちゃん、
どうしましたポ？今度は今度で愛想なさすぎるよ佐伯ちゃんは。Yeah. This seems like this might have been an earlier interview. But yeah, it's so funny to see the contrast of personality from Miku to Saiki. It's just like night and day, really. サイちゃんはこんな感じですいつも。そうなん、はい。よろしくお願いします。なんかご主人様的なのはやらないです。一応チャームポイントも教えていただいて。はないです。いやあるでしょ、女の子の可愛いんやから。ぜひ今日教えていただけたらなと思います。クルッポサイちゃんと呼ばせていただきます。サイちゃん。そしてバンドメイドのリーダーでありドラム担当の広瀬あかねです。チャームポイントはもう本当に私大食いなんでラーメン替え玉5玉と回転寿司だと30皿食べます。ほー、回転寿司の30は無理やって、高橋さんこの前やってたじゃないですか。俺この間やったんよ、プライベートで。ラーメンの替え玉俺昔5杯ぐらい余裕で食えた、そんな俺が回転寿司20いけると思うやん、もう16皿ぐらいからビターンとまず、19貫目に食うたウニトイプードルに見えましたもん喉にトイプードル入れてるぐらい、最終的にそこで吐いて終わったからね俺。本当に食えんの？私食べれます。30皿はすごい。ほな普段結構いろんなところに大食いしに行ってるんですか？出ます。この間わんこそば行きました。わんこそば、はい、私120杯行きましたね。120 What the hell? 120杯、大体女性の平均が50杯だそうで。うわ100? I mean, they must be like small bowls because I don't understand. ーやるね。この前フェスやったポタリンのドラムの那須川ちゃんも大食いじゃなかったですか？あ、そうやそうや、言ってた知ってませんでした？言ってた。そうなんで、那須川すごい仲良くて、今度那須川とわんこそば。 Yeah, I would say in America, for the most part, I think most people would judge their eating by like how many slices of pizza you can eat. That would be kind of the American metric, I would think, would be slices of pizza. 行こうっていう約束をちょうどしてるんですよ。Or hot dogs, I guess. 大食いドラマー仲間で。大食いドラマ仲間、今後増えなさそうな狭いジャンルですね。さあそしてはい、私です私 He's は always got such a great バンド smile. メイドのギターの遠野かなみです。かなみんちょって呼んでください。かなみんちょって呼んでるんですか？もしかしたらクルッポーよりややこしい人がいる。いや、それは大丈夫です。あ、ほんま？はい。チャームポイントは？じゃあ目が大きいと言われます。目が大きいって言われる。はい、あ、もう大丈夫です。ありがとうございます。締めたの自分で。いや。ね、こういう時はキュッ締めると。リーダーちょっとどうなってるんですか？ごめんなさい。なんかいろんなタイプの人がい Too る。 much weirdness. そうです。もう全員バラバラで。さあそして最後が Misa's Misa's just like, yep. のみ。Yeah. 情報量少な。ミサちゃんは You gotta have チャームポイントみた somebody. いなのあれば。チャームポイントは酒飲みの酒飲みですね。 That's my kind of girl right there. It is funny to see how like if everybody was acting like Miku, it probably wouldn't work. So you do really need someone to kind of just like anchor, you know, the chaos a little bit, kind of just be that consistent, like foundational normalcy, I guess is what you would call it. I don't know, but I feel like it wouldn't work if all of them were a bunch of Mikus. You kind of need the Misa and Saiki to kind of hold things to reality a little bit. お酒好きなんや。どれぐらい飲むんですか？ウイスキー、ロックス、カストレートですね。それを何杯だろう。でもライブ中も飲んでる。ライブ中も飲んでんの？ステージドリンクがミサはウイスキーなんです。どうしたん？極寒の She's 血で生まれたん badass. か。血がアルコールを欲してんのかな。マイボトルがあるんです。何それマイボトルみたいなのはどういうこと？ポケットに入れる。ああ、
こうよくなんかこうくるくるくるって Like a flask? あ、それ持ってんねや。はあ、面白い夢なあ。面白い。どうやら5人ともバラエティ番組にはもってこいの抜群の個性をお持ちのようです。このメイド服で行こうぜとかいうのは誰が考えたの？クルッポです。3年前ぐらいですかね。バンドとメイドさんは It was around 3 years ago, and then it says 2012 in the side here. So I'm really getting the sense that this interview was quite a bit earlier than it was posted, because it was posted only a few months ago on YouTube. So yeah, I'm thinking this interview was quite early. 合わせたバンドがやりたいと思って。まさにバンドメイド。そうです。最初からもうメイド服でバンドをやろうって。まあそれはクルッポの頭の中にあったんや。そうです。クルッポの頭の中にくるくるってあって、ポーっと出たんや。で集めたの？どうやって集まってきたのこのメンバー？気になる。花見町を最初に見つけて、ね。で見つけてもらって声かけてもらって。どこで見つけるの？ネットで動画をやっぱ弾いてみたみたいな上げてて、そこから一緒にやろうやみたいな。へえ。最初でも会った時どう思いました？クルッポとか言うて。いやすごい可愛い子が来たなって思って。でも中身はなかなかおじさんだったりするので。中身おじさんなの？クルッポは。クルッポおじさん。どういうところが？楽屋で酒とかずっと食べるんです。どこが鳩やねん。藩のカス食うと考えるんですよ。で私がもともとはシンガーソングライターを弾き語りでこう歌いますみたいなやってたんですけど、バンドじゃなくて一応その時にサポートメンバーにそのドラムのあかねちゃんが、はい、あーちゃんをこう雇って。That's one of my favorite parts about the whole bandmate story is that they kind of formed on their own, or at least, you know, Miku kind of was the driving force, and it wasn't like some big company that gave them the idea, gave them the music, told them what to play, and maybe there was a little bit of that in the beginning, but yeah, the fact that it seemed like it was at least an organic formation of the band, I really like that. 出て、はい、それでクルッポから誰かいないって言われて、叩ける子いるよっていうので、あーちゃんに、はい、私がかなみから話を、はい、もらって、でベースもいないってなってたので、その時私専門学校、音楽の専門学校行ってたんですけど、で一緒の学校だったベースのミサを誘って、こう一応メイド服でやろうみたいなのは、クルッポに言われた時にあかねちゃんはどう思ったわけ？一回考えさせてください。Yeah. そうやんな。Like, I don't know. 最初に曲も一緒にこういう感じの曲やりたいって言って送ってくれて、でデモを聴いたらすごいもうロックで、こんなゴリゴリな曲をメイド服でやっちゃうんだ、面白いってなって、もう曲と衣装のギャッ Yeah, プ I like these serious に面 answers 白 too, さを because 感じて、 I mean, that's kind of the whole, you know, it's never really talked about, but that's kind of assumed is that they're playing the heavy music, so they figured they would, you know, wear maid outfits, which was quite the contrast. It was just cool to see her acknowledge that. でもうじゃあ入ります、お願いしますって。でミサちゃんがその次に入るわけやん、はい、でミサちゃんだけメイド感があんまりない思ってた。バレた。ちょっとミサちゃんちょっと前の方に来ていただいて殺し屋風メイドです。テーマはそんな殺し屋なんかおらんからね。メイドというかモードじゃないですかこれ。いやメイドでだからミサちゃん的にはあれ、はい、なんでメイドなんみたいなとこあんの？最初はそうですね。いや今もそうですよ。Yeah, that's why she doesn't do it. That's why she wears that. ほらそこに最後ボーカルで、サイちゃんが入るってこと。まあ言ったらボーカル。And to be honest, like, I think it wouldn't be as cool if they were all wearing what Miku is wearing. It's nice to see that kind of variety of it. Even though it's like barely still a maid outfit on a couple of them, it's like, I don't know, somehow I think that's better than if they were all to be dressed as maids. でももう一人入れたいってなったら。なんかツインボーカルの方が面白いかなと。サイちゃんの声がすごく好きだったので。なるほど。サイちゃんは一人でなんか違う音楽活動してたんですか？一人でずっと歌ってます。歌手みたいな。
歌って踊ったりとか、ダンスしたり。ダンスしてたりとか、あとバックバンドの人呼んでしたりとかでやってます。どう思った？メイドの格好でみたいなのは。メイドですって言われなくて、言わなかったんです今までのこの反応 I think she mentioned that she like tricked her or 学 something. 習したみたいで、なるほどなるほど。さいちゃんには言わないで誘おうと思って可愛い服なんだけどって言われて、ちょっと可愛い服でかっこいい曲のバンドをやるんだけど、で曲だけ聴いてたんで、あ、じゃあまあやってみたいですかねみたい感じで。なので、ほんで楽屋に吊るされてた。これはみたいな。今はこれないんですけど、エプロン。エプロン。最初あってエプロンってなって、エプロンはちょっと嫌やなみたいな。つけない。いやもうメイドの仕事やめてません？それ。叩きつけてるんでしょ？なるほど。だからちょっとこう最初は衣装に抵抗あったけど、今はもうこれ着てないとね。コンセプトがめちゃくちゃちゃんと分かりやすいやん。メイド服でこんだけ激しいロック、でしかも演奏もめちゃくちゃうまいし、海外でウケるわそら。ウケる。でもしかも可愛いし、一人一人全然個性が違って、メイド喫茶とかも海外の人とか日本人絶対行くでしょ。I've never really seen like a maid cafe. There are certain restaurants in America where the waitresses tend to dress up in like a certain way, but not specifically maids, at least not that I've seen. If you have seen one in America, let me know. I'm curious if they exist over here or not. やっぱ興味を持って見てくれますよね。そら絶対せやわ。女の子5人で可愛いから、アイドルを応援するような楽しみ方もできるし、そのバンドを見に行くっていう楽しみ方もできるし、もう一つじゃなくて全部がいいなって思ったので。クルッポなかなかの作詞ですね。さすが。考えたね。思ってた通りのバンドがよう出来上がったもんやな。シキポ。 Yeah, Miku's like half crazy, half genius, I would say. I mean, she acts, you know, she definitely plays up on the craziness a little bit, but like I think she's actually really smart. I mean, not to say the other ones are not smart, but I think Miku is like, you know, especially clever, like they were saying, for sure. I just get that vibe from her. Like looking into her eyes, you see it's like there's more going on than the whole pigeon and Poe, and you know, she's completely aware of a lot. 奇跡っぽ。奇跡っぽやな。奇跡っぽやな。そうです。このすかされ方、クルッポは何度もされたことなんでしょうね。ちょっとそれぞれの性格みたいなことは。知りたい、もっと知りたい。クルッポはどんな人ですか、メンバーから見たら。クルッポです。クルッポですね。狂ってるってこと。クルッポは狂ってる。それ含め、はい。どういうとこがおかしいなと思う？クルッポって言うんですよ。自分のことを。しかもそれを曲げへん。ほんで普段の生活とかもやっぱおかしいなと思うこと多い。なんだ、すぐこける。普通にみんなで歩いててもいないみたいな。そしたら溝に落ちてるとか。そうなの。階段からタタタタタンって落ちちゃうとか。危ないやん。気がついたら傷がいっぱい増えてる。ほんまや、足傷だらけ。映さないでください。見てちゃんとクルッポの足傷だらけで。この辺マジで鳩です。 She really is, actually. For a second there, it looked like there were a bunch of bruises. ツンツン。あ、お姫様みたいな。女王様。はあ。でも名前に姫入ってるんで。才木やから。彩る姫なんで。本当の名前なんですか？これ本当の名前です。すごいね、もうお母さんが昔絶対オートバイ改造して乗ってたもん。お母さんこんな長いスカート履いてる。ほんでカバンペタコしてはらへんかった。カバン持ってなかったです。カバン持たんと学校ドスケバンやな。なんかツンデレとかよく言うやん。普段メンバーにはそういう一面見せたりとか、そういうのはないの、さえちゃんは。
小バトには出れない。もうツンのみ。ツンのみです。かなみんちょどうした？ミンチョにはみんちょには優しいんです。確かにみんちょのこと見るときなんか優しいか She ら might be tsundere, but she's very ク kind. ルッポのことはこう蹴ったりしてるんです蹴っけど、てんのでもいつも暴力ありありますね。だろ思いっきり蹴られんの受けられます。だから溝に落ちてるねと思う蹴ってるでもみんちょには優しくていつもここの紐を結んでくれるんです。リボンできないから。はい。やってあげんねや Konami seems like the sweetest one で out of all も of みんちょさいちゃんのただのファンなんです。 them. Konami and Akane. 好きなのどういうことです好きって何すごいその性格のところとか、あとはそのライブで多分見たらみんな好きになっちゃうと思うんですけど、かっこよくて芯が強いところがあって、すごいなんかいつの間にか She's so ファン nice. になってました。だからこうギターソロとか弾いてる時によくさいちゃんこっちにいるんで、さいちゃんってその時クルッポはどこにおんのクルッポはなんか奥に。見てあげへんねや奥にいるんで、こうやってさいちゃんさいちゃんってそんな好きなの気づいてない。待ち受け画面は誰ですか待ち受け画面もさいちゃんだったんですけど、それは人の目があるからやめてって言われて最近はやめてます。そんな好きなんやだからこうさりげなくこうやってシャッターを押したりして盗撮してんの盗撮されて盗撮されてんの絶対フォルダがあるん What the で heck? す。さいちゃん。見たい見たい見たいかなみんちょのさいちゃんコレクションには一体どんな写真が？かわいい。確かに可愛いわかわいい。私服の時これじゃあ可愛い画像の時に保存したり。ほらだってさいちゃんさ普段の可愛いない私服ですか？いやー、へえあ、でももうそろそろIt's hard to get like exactly what's going on through just subtitles. She said most people won't understand, so I removed her as my background. Now I don't think there's like a relationship going on or anything, but maybe it was just kind of like an inside joke and they were worried that people would interpret it as like them being together or something. I don't know. I have no idea what's really going on here, but maybe if you guys know, feel free to let me know. 高橋さんが好きになっちゃうんでやめときます。大丈夫ですよまだ大丈夫ですけども Try to stick with just the interview. かなみんちょはどんな人なんですかまんまです。なんか不思議だし、天然だし、空気読めない。空気読めへんでもなんか悪意はない感じです悪意は全くないんです。もういい育ちしてるのが伝わると思うんですけど、ほんま楽しく毎日おんねやなこのまんまだよね。このまんまですね。さいちゃんのことが好きやとか言うのもキャラじゃないのよもうほんまに好きやねんであかねちゃんはどんな人ですかリーダーなのリーダーですね。それはどうやって決まったのはみんなメンバーで、確かに誰をリーダーにするとあかねちゃんちゃん多分きっと普通の Yeah, okay, fair enough. She's like, I guess, the designated leader, but it seems like Miku is like the real kind of driving force. And I guess Akane is probably like the one who grounds it to reality a little bit. 普通っていうか一番まとも。この中だったらちゃんとはっきり言ってくれるし。そうね。一番目を合わせやすい感じはする。Yeah. じゃあミサちゃんはみさちゃん。謎やわ謎。だってここまで一言も喋ってないですよ。びっくりしない？でも普段も本当にこんな感じ。Yeah, he just drinks alcohol. ただただおっしゃ Plays っ the てるん bass. で。何を考えてんのずっと飲みたいとか。はよ酒飲みたいなといつまで喋ってんねんこの人らみたいなはよ終われへんかなみたいな真面目にやれよでもあかねちゃんとみさちゃんが仲良しだ。こうなんかいいですね。
いやまだミサちゃんとあかねちゃんはプライベートとかで一緒に2人でもうでもメンバーみんなプライベート仲いいんですけど、でミンチョはミンチョは読書です。どんな本を読むんですか？最近読んでるのはデール・カーネギーっていう、結構自己啓発本とか心理学系とか、なんかそういうやつが好きなんや。はいよく代官山とかで読書しながらコーヒーを飲むっていうのが趣味です。本にめっちゃマーカーつけてる。あ、印。Wow. 同じタイプだ。 That means she's like probably really smart. あるよね。あ、チャーポンもそういうの好きなの？私本は基本的にあんまり読まないんですけど、読む時ってその本の中に書いてある知識を自分の中に入れたい時なんですよ。そうなんです。やっぱりマーカーを引かないと分からなくなっちゃうんですけど、さらにそれを自分なりにパソコンにまとめて PDF ファイルにしてスマートフォンの中とかに入れとくとより知 That's 識 pretty が。smart. そういうこと見して。スマホのそれはやばいわ。どういうファイルがあるの見してよ。それはちょっと共感できるかと思ったけど、最近ちょっと携帯の調子が悪くて今は入ってないんですけど。丁寧に事情説明せんで、クルッポは何してんのが楽しいの？競馬が好きです。競 Horse racing. 競馬が好き She's です。 got to 馬 be ギャンブル好 joking. きなんや。おっさんって競言ったもんな。馬が好きです。ギャンブル馬が食べるのを見るのも好きです。馬が好きなの？馬好きです。鳩だけど。 Can't tell if it's a joke or なん not. で競馬場行くんかいな。行きます。他のメンバーはやれへんの？さいちゃんがたまに大きいレースはやります。すごいな。そんなバンドおる女子で。何このグループ。やる頻度が尋常じゃないです。それぐらいやってんの頻度で。毎週毎週。 Wow. 毎週さいちゃんはお酒以外は趣味あんの？私は買い物ですかね。へ服とか好きなんで。洋服屋さん。はい。とかネイルも好きですし。へえ。ちょっと最新のネイルはミンチョから見たらどう？見たこれ。手が綺麗なんです。ネイルの話ちゃ She's so obsessed う。ネ with イルのデ Psyche. ザインの話しとんねん。 That was awesome. That was a long interview. It was just definitely cool to see. Cool to see, you know, the differences in their personalities, of course. But yeah, I'm getting like, as I watch more interviews of them, I'm getting more of like a higher resolution image, you know, of what they are. And it's funny. They're hilarious. Miku is like an insane genius. I don't know. Something about her just seems like she tries to almost act a little ditzy, but I think underneath the surface, she's probably like really, really intelligent. Same with Konami too. Like she seems like very kind and proper, but like she said, she freaking highlights books that she reads, which is like next level studying, I would say, like on your own. It's almost like something you'd do in a school setting. And of course, Misa is just kind of the quiet, mysterious whiskey drinker. And then we got Akane, Tiny Hat-san. She's the most like normal one, the one that's organized, that kind of grounds the band to reality. She's probably like ones that keeps up with like where they need to be, what time they need to be there. I would imagine she's probably like the chaperone of the group. Oh, that's hilarious. And then Saiki's kind of almost like a mixture of a lot of them. You know, she's got like bubbly elements from Miku and Konami. And then she's got kind of like the more serious elements of Misa, maybe a little bit of the Akane thrown in there. Psyche, the Ice Queen. It seemed like this interview might have been a little older. Yeah, so that was awesome. Hope you guys enjoyed it. If you did, please leave a like, comment. Let me know some other cool ones to watch because we're still a pretty young channel. So, you know, all the subscriptions and stuff really do help us grow. And you guys are amazing, as always. So, yeah. I hope I don't run out of bandmate interviews to do because these are my favorite things to react to right now. So, and yeah, thank you guys for watching, and I'll see you next time. Bye.